外反母趾の方にとって靴選びはとても重要。良かれと思って選んだ靴が逆に症状を悪化させる場合もあるので要注意です。皆さんこんにちは。足の専門家中島武史です。このチャンネルでは足のさまざまな悩みを改善したいという方にとってとても重要な目から鱗の情報をお届けしていきます。さて本日の足改善チャンネルは靴の選び方。外反母趾の方は靴選びでお困りの方も大変多いのではないでしょうか。今回の動画でお伝えすることは、まず私のおすすめシューズブランド、そして靴の選び方のポイント、最後に外反母趾の方が選んではいけない靴の特徴、これらをお伝えしていきます。まず私のおすすめシューズブランド。外反母趾の方には私はニューバランスをおすすめします。ニューバランスをおすすめする理由、それはニューバランスがもともと足の矯正靴メーカーとしてスタートしているからです。創業は1906年、110年以上の歴史があるのですが、足の矯正靴メーカーということで、とにかくファッションよりも足の健康のことを考えた作りになっています。なので履いて比べてみると分かるのですが、とにかく歩きやすく足に優しい。私も最初はなんとなく歩きやすいなぐらいだったのですが、実際に自分が足の研究をして足の改善に取り組んでいく過程でニューバランスがとてもよく考えられていることに気づきました。ニューバランスの靴といってもいろんな種類がありますが、ニューバランスであれば基本的なスペックはだいたい満たしていると思ってもらって大丈夫です。ただその中でももし具体的なものを一つ挙げるとすれば、私のおすすめは880番です。この靴をおすすめする理由は大きく3点。一つはこれはニューバランスの中でもウォーキング特化モデルといって歩きやすいことを考えて作られたモデルだからです。2つ目の理由としては、ニューバランスのものの中でもこちらはウィズといってこの横幅が比較的広いものがラインナップとしてあるからです。この靴は 2E と 4E のラインナップがあり、外反母趾の方でちょっともうすでに広がり始めていて足の横幅が入るかどうか不安だという方でも、こちらであれば比較的ゆったりとしているので心配なく履くことができます。そして3つ目はニューバランスのものの中では比較的値段が手頃だからです。ニューバランスは高いものであれば2万円や3万円を超えるものもありますが、こちらは1万円以下で手に入るモデルです。なのでもしニューバランスをどれか履いてみようと思う方であれば、まずはこちらから始めてみていただくのも一つかもしれません。では次に靴の選び方についてお伝えしておきます。ニューバランスの靴は確かにおすすめですが、もう少し幅を広げて靴自体の選び方という言い方でおすすめをお伝えします。まずとにかくスニーカーというのが第一の選択肢であるべきです。外反母趾の方は足に障害がある、そういう状態ですから、できるだけファッション性よりも機能性を重視したいところです。スニーカーは歩くことに特化をしているモデルなので基本的に歩きやすくはなっています。もしもニューバランスではなくても、とにかく各社のスニーカーを選ぶようにしましょう。ただスニーカーというものにあまり詳しくない方は、この写真のようなものもスニーカーだと思ってしまっているようです。しかしこちらはスニーカーではありません。分類でいうとデッキシューズというものになります。デッキシューズというのは船の甲板を滑らないように歩くということを目的として作られた靴なので、スニーカーとは目的や機能がだいぶ違います。外反母趾の方が選ぶべきは、まずとにかくスニーカー、デッキシューズではなくスニーカーを選ぶようにしてください。スニーカーというのは先ほど出てきたようなこのようなものがスニーカーだということです。ではスニーカーに関わらず
靴を選ぶ時のポイントを3つほどお伝えしておきます。3つのうちのまず1つ目はかかとが重要です。足はかかとで支えるものなので、かかとがしっかりとしているものがすごく大切な要素です。具体的には靴のここの部分をヒールカウンターと言いますが、このヒールカウンターが丈夫で柔らかくないものがいいです。しっかりとかかとをホールドして安定させてくれるようなデザインになっています。皆さんがお持ちのスニーカーで最近はデザインを重視し、このかかとの部分がベコベコにへこむようなものがありますが、それはあまりおすすめではないということです。もしスニーカー以外を選択する場合でも、とにかくかかとは安定して固めで作られている方がいいです。2つ目です。靴のこの場所をフレックスポイントと言います。歩く時には足はこういうふうな動きをしますので、この部分は曲がるようにいなければいけません。ただしこれ以外の部分も曲がるような靴の柔らかさであれば、それは靴が安定せず歩くのに歩きづらいということになります。ですから靴はこのフレックスポイントでだけ曲がるというのがポイントの2になります。あちこちでベコベコと曲がるような靴はおすすめではないということです。最後に3つ目ですが、靴はあまりねじれてはいけません。歩く時にはどうしても足の動きとともに靴はねじれていくのですが、それがねじれすぎると足が安定して進まなくなるようになっています。なので私たちの用語ではねじれ合成があるというのですが、靴をこういうふうにねじってみた時にあまりねじれない、硬さがある、こういう靴の方が歩くのには適しています。もしもねじった時にベコッと回ってしまうような柔らかい靴であれば、それはあまりおすすめではないということです。この靴の選び方は外反母趾の方はもちろんですが、外反母趾以外の方も同じことが言えます。要するに靴にとっての基本的なポイントと言えます。今回の動画では詳しくはお伝えする時間がありませんが、さらに靴というのは紐の通し方で安定したり安定しなかったりする場合もあります。また違う動画でそちらをご説明していますので参考になさってください。それでは次に選んではダメな靴の特徴をお伝えします。外反母趾の方が選んではいけない靴の特徴、まず1つ目、これはかかとが高い靴というやつになります。基本的にフラットソールを選びましょう。かかとが上がっているハイヒールのような靴や、若干でもかかとが上がっている靴は外反母趾の方にとって大変足に負担があります。ハイヒールについてはちょっと誤解もあるのですが、ハイヒールは先が尖っている形がダメなのであって、かかとの高さは関係ないと思っておられる方が中におられます。むしろ逆で、先の尖った形よりもかかとの高さが外反母趾には影響しますので、かかとはたとえ1センチでも2センチでも高くないものを選びましょう。もしもかかとの高いものの方が歩きやすいというふうに感じてしまっている方は、それはすでに体がだいぶ狂ってきてしまっているということです。次に2つ目ですが、外反母趾の方は必ず調節できる靴を選びましょう。調節できるというのは、一番代表的なものは紐靴になりますが、紐でなかったとしてもマジックテープだとか、最近であればダイヤル式で締める靴だとか、そのような横が調節して締めたり緩めたりできる靴を選びましょう。なぜなら足の横幅は朝と晩でも広がってサイズが変わりますし、もっと言えば歩き方によって広がったり閉じたりもします。横幅が調節できない靴を履いていると中がガサガサになっていって歩きにくくなってしまったり、逆に横幅が圧迫して痛くなったりする可能性があります。ですから横幅の調節できる靴であるというのはとても重要な要素です。最後の3つ目のポイントですが、
外反母趾の方は中敷きや外のアウトソールが柔らかすぎないものを選びましょう。靴はこの部分のことをアウトソール、中の今この外したものをこれをインソールと言いますが、クッションの良すぎるものを履いてしまうと外反母趾の方はとても負担になります。一般的な世の中ではクッションのあるものは衝撃を吸収してとてもいいというふうになっていますが、これはむしろ逆です。中敷きが柔らかすぎるとそれは足が踏ん張ろうとするときに安定できず、ぬかるみや砂浜を歩いているようなのと同じことになってしまいます。かえってそれを踏ん張るために指などに力を入れてしまい外反母趾が悪化してしまいます。ですからクッション性の高い靴というのは過度にクッションが高ければ外反母趾に負担になりますので、柔らかすぎない中敷き、外敷き中敷きの靴を選ぶようにしてください。これは番外編と言えるかもしれないですが、私の患者さんにもよく質問を受けるのが、外反母趾専門の靴メーカーの靴、外反母趾に特化した靴はどうですかというふうに言われます。ここでは具体的なメーカー名は挙げませんが、いくつかそういうメーカーもあるようです。これはとても注意が必要なポイントで、外反母趾に特化した靴という靴でも外反母趾を悪化させる靴がよく見受けられるのです。外反母趾に特化した靴の多くは横幅が広くなっていて足が入りやすい、横が圧迫しないだとか、あとは当たったとしても柔らかくて当たりがあまり痛くないという靴が多いようです。ただし靴が柔らかすぎると、先ほど選び方のポイントのところでお伝えしたように足が安定せずぐにゃぐにゃと曲がって歩きにくい場合も多いです。また横幅が広い靴も横幅がもし広すぎてしまうと、そうすれば足が中でガサガサと動いてしまい、これも歩きにくくなってしまいます。ですので外反母趾に特化しているという名前だけで買うのはやめて、先ほどの選び方のポイントを中心にもう一度見てみましょう。そして一番避けていただきたいのは、外反母趾に特化した靴というものの中でもかかとに高さのある靴があるんですね。でこれはもうとにかくやめていただきたい。かかとの高さが高い靴はもうこれは致命的に外反母趾の方にとっては負担がかかります。もしもそういうふうな靴、ハイヒールだとかかかとの高い靴を履かなければいけない場面があるとすれば、それはハイヒール用のインソールというのがあるので、そういうものを入れて履くようにしましょう。ただもしも履かなくても履いてもどちらでもいいという場合であれば、できるだけ避けるのが無難です。いかがでしょうか。今回は靴の選び方をお伝えしてきました。私のおすすめはニューバランス。もしもどれか迷ったならば880。そして靴の選ぶポイントと履いてはダメな、選んではダメな靴の特徴をお伝えしましたが、これらを踏まえて靴を選ぶようにしてみてください。